この30年で世界経済は大きく変化した。世界経済の主流は、物の生産からサービス産業、そして情報処理、ソフトウェア、ハードウェア、IT 産業に移っていった。しかし日本の大手企業の多くは、見かけはともかく、実質はその変化についていけなかった。確かに日本の大手企業も、情報処理、ソフトウェア、ハードウェア、そして IT 産業に取り組みはした。だが国外のそれらの急激な成長に比べれば、日本のそれは目を覆うばかりの惨憺たる状況だった。しかしマスメディアはその問題をほとんど報道しなかった。日本のマスメディアがそれを隠すことができたのは、衰退しているはずの日本の大手企業がなぜか売上と利益を維持し続けたからだ。そしてそのからくりが日本製品の過度な安売りだ。まず円安誘導。円が安くなれば庶民の財産の価値は目減りする。その分、大手輸出企業の製品は海外で安く売れる。つまり、庶民の財産が目減りした分を日本の大手輸出企業が吸い取ったわけだ。一見、日本の大手輸出企業の業績がいいように見えるが、実質は庶民の財産を政治権力が目減りさせて、それを既得権益が吸い取っている。つまり既得権益に対する利益誘導だ。次にサプライチェーン。大手企業は工場などの生産拠点を中国など人件費が安いと言われている海外に移す。安い人件費で物を生産すれば売値を安くすることができる。ところがこれで日本国内の労働者の雇用が大幅に減る。衰退し続けている。
ものづくり中心の日本の大手企業に、新しい雇用を作り出すことなど、できないから。日本国内の労働環境は、どんどん厳しくなる。海外のように、情報処理産業に競争力があれば、そこまでひどくはならないが、あいにく日本の既得権益の枠をはみ出すような新しい産業が成長してシェアを拡大すれば、既得権益を脅かす可能性がある。既得権益にしがみついている寄生虫どもは、それを許さない。大手企業の安売りの影響は、大手企業から注文を取っている中小企業にも、値下げ要求という形で波及する。そして、日本の企業全体が、大手企業の安売りのために、それまでの正規雇用の水準の賃金を捻出できなくなる。そしてやがて、国内では低賃金の非正規雇用が急激に増加し始める。その結果、日本の貧困層が急激に増えた。まともな民主国家なら、ここまで来る前に、労働者の不満は表面化する。いわゆる、労働組合の労働争議が起こるはずだ。だが、日本では起こらない。その理由は2つある。1つ目は、日本の労働組合は、もともと各会社ごとのもので、全国展開の組織ではないこと。2つ目は2004年の派遣労働法規制緩和で、日本の労働者は、正規雇用と非正規雇用に分断された。そのために、日本の労働者は、団結して、強い主張をすることができない。つまり、日本の労働者は、既得権益に抵抗できない。既得権益の言いなりになるしか、なくなってしまっている。そしてなぜか日本人はそれを、問題視しない。それは日本人が、左翼というものに、抵抗感を持っているからだ。日本人だけじゃない。世界中の多くの民主国家でも、庶民が左翼という言葉に、
抵抗感を持っている。それは、左翼は共産主義と同じものだというイメージを庶民が持っているからだ。共産主義は庶民の自由を認めなかった。そのために旧ソビエト連邦やその衛星国の庶民は随分苦しんだし、中国や北朝鮮の庶民は今も苦しんでいる。そして共産主義圏ではない民主国家の多くの庶民もそれを知っている。だから民主国家の庶民は共産主義を自分たちに近づけたくない。だが、時代の経過とともに明らかになったことがある。それは、共産主義は左翼ではないということだ。共産主義は右翼を認めない。つまり右がなければ左もないはずだ。共産主義に自由がないのはそのためだ。共産主義というのは、つまり全体主義のことでしかない。しかし、民主主義はそうじゃない。民主主義には必ず右翼と左翼があって、どちらも決してなくなることがない。民主国家では、右翼が資本家や経営者、左翼が労働者ということになる。そして右と左の議論は、常に必要とされる。右と左のより深い議論が、右と左のバランスを作る。そして、そのバランスが、自由を生み出す。そして自由は、経済をより強く、大きくする。それが資本主義だ。しかし、今の日本のように、労働者の発言力を弱めてしまったら、右と左のバランスが崩れて、自由は失われる。そして、既得権益の力が強まって、経済は衰退してしまう。つまり、国家全体が、共産主義のような全体主義社会に、傾くということだ。そして既得権益にしがみついている寄生虫が甘い汁を吸い続けている間、日本経済は衰退し続ける。日本の労働者は既得権益に対してもっと強い発言力を持つべきだ。
そのためには、もっと強力な労働組合が、日本には必要だ。その労働組合が、共産主義であってはいけない。ただそれだけのことだ。そもそも労働組合は、憲法第28条で、勤労者の団結する権利、及び団体交渉その他、団体行動をする権利は、これを保障する。と、規定されていて、日本国憲法が保障している。日本の労働組合法は、この憲法28条が根拠となっている。本当ならこれは、日本のマスメディアが庶民に伝えるべきことだ。だが日本のマスメディアは、既得権益に都合の悪いことは、庶民に伝えない。日本経済の衰退について、これまでマスメディアは、ほとんど触れなかったが、経済のグローバル化については、やたらと報道した。ヨーロッパの EU、中国の一帯一路、アジアの TPP、そして中国に進出した。日本のサプライチェーンの経済効果について、世界中が経済のグローバル化に、あまりにも安易に飛びついた。しかし経済のグローバル化には、リスクがある。経済が、国の垣根を越えてしまえば、自由と民主主義という垣根も、飛び越えてしまう。自由を失えば、経済は衰退する。それが真実だ。もともと経済とは、人類のコントロールが必要なものだった。そのために考え出されたのが、アダム・スミスの資本論、マルクスの共産主義、ケインズ経済学のような経済理論だ。そして、やがて世界は、マルクス経済学の共産主義と、ケインズ経済学の資本主義に、分かれた。そして、東西冷戦と呼ばれた。世界を二分する摩擦も起こった。だが、マルクスの共産主義には、自由と民主主義という価値観を受け入れる余地がなかった。そしてソ連の経済は衰退し、
やがて崩壊する。しかし、ケインズの経済理論は、自由と民主主義という価値観を受け入れる余地を持っていた。だから生き残れた。しかし、ケインズの経済理論も完全なものではない。ケインズの経済理論には、既得権益という問題が見逃されている。日本の既得権益の力がこのまま強くなり続ければ、日本の自由と民主主義はいつか完全に破壊されてしまう。そうなればこの日本でも、かつてのソ連の共産主義と全く同じことが起きる。再生リスト28に続きます。